はいどうも皆さんこんにちは。サーディの4のゲントです。今回はですね、as のすべてということで、多くの英語学習者が苦手としているであろう as について完全解説していきます。初めに言っておきますけど、この as めちゃくちゃ簡単です。また嘘でしょって思ってる方、この動画最後まで見てください。そしたらね、なんで今まで as 苦手だったんだろう、めちゃくちゃ簡単じゃんってね、不思議に思うぐらい、もう as についてマスターできるんじゃないかなと思います。しかもですね、今 as に苦手意識を持っている方は高い確率で英語の勉強法を間違えている可能性が高いです。なので今回ですね、as をマスターしていく過程を通じて英語の学習法についても、理解してもらえたらいいなと思います。それでは早速やっていきましょう。まずですね、皆さんがね as について苦手意識を持ってしまう大きな要因としては as の意味がたくさんあると。その as の意味として挙げられるのは様態、時、理由、比例、比較、情報、もういろいろありますよね。でもこのね6つ丸覚えしなくて大丈夫です。逆にですね、この6つ覚えないとな、様態、時、理由、比例、比較、情報ってね、もう丸覚えしようってする人は英語の勉強法確実に間違えてます。単語の勉強においてすごく大事なことっていうのが as のコアイメージを作ることなんですね。今回の as のコアイメージはニアリーイコール、大体同じだよっていうイメージをね持ってもらえればいいんですけど、しっかりね単語の核となるイメージを持ってあげる。でこの大体同じっていうところから派生して様態にもなるし、時にもなるし、理由にもなるし、比例にもなるし、比較にもなるしと、こういう風に理解してもらうっていうのが大事なわけですね。じゃあこのね6つ勉強しなくていいのかっていうと、そういうわけではないです。これについては後で見ていきましょう。とりあえずこのニアリーイコールのイメージを持ってもらった上で、もう早速例文見ていきましょう。例文をね通して確認していくっていうのが一番理解が深まるので、じゃあ見ていきます。丸1番から。He works as a cook at a hotel。 この as にイコールを入れてあげましょうね。本当はねニアリーイコールなんですけど、イコールで十分。He works、 彼は働きますと、イコール a cook at a hotel、 ホテルの料理人とイコールでね、イコールで働いている、つまりね訳すととしてですよね。これは様態の as。 彼は料理人とイコール、すなわち料理人として働いていますよとね、イコールのイメージが分かればとしてって訳せますよね。じゃあ続いて丸2番 As a child I lived in America。 これの as にもイコールを入れてあげましょう。すると a child、 子供とイコールで私はアメリカに住んでいましたとね。子供とイコールで私はアメリカに住んでた。これ訳すと子供とイコールだった時ですよね。すなわちこれは時の as と。この as もイコールっていうイメージを持ってあげれば as a child、 子供とイコールの時だなっていうのはなんとなくわかりますよね。それでは続いて丸3番 As I entered the room he threw a ball to me。 このね as は接続詞として説を作ってるんですけど、この as にもイコールを入れてみてください。すると I entered the room、 部屋に入るとイコールで he threw a ball to me、 ボールを投げてきましたとね。そうすると、部屋に入るとイコール、これも部屋に入る時と、私が部屋に入った時に彼はボールを投げてきたと、これも時の as だなっていうことが分かるわけですね。この丸2番と丸3番は時間的にイコールとね、時間的にイコール、すなわち同時の意味ですね。時間的イコールだから同時の意味になるんだっていうことが分かるわけです。それでは続いて丸4番 As time passed the problem came about。 この as にもイコールを入れてあげると time passed、 時間が経過するのとイコールで problem、 問題は came about。come about で熟語でね現れるって意味がありますけど、問題が現れましたと、生じました。このイコールをね考えると、時間が経過する、時間が経過するのとイコールで問題が出てきた。これは時間が経過するにつれてっていう意味になるなと、すなわち比例の as なんですね。これもねイコールのイメージを持ってもらえれば、時間が経過するとイコールで問題が出てきたにつれてって意味になりそうだなっていうのは理解できますよね。では続いて丸5番。この丸5番ちょっと厄介です。 As it was raining he cancelled his appointments。この as にもイコールを入れてあげるとどうなるかというと、これもね説作ってますね。 It was raining、 雨が降っていたのとイコールで彼は約束をキャンセルしましたと。雨が降ってるイコール約束キャンセル、したってことは、この as ってね、この It was raining
雨が降っていたっていうところが原因となって、それが理由でキャンセルしたんだなと。こういうふうに原因結果を表す、なんとかのでね、雨が降っていたので約束をキャンセルしたっていう理由のasなんだっていうことがわかるわけです、ね、理由のas。ここでね、一つ確認しといてほしいことが、asのコアイメージは大体同じなんですよ。大体同じ。大体同じっていうイメージを持てば、そっか、理由になるかってなりますか？そんなことないですよね。ここがね、ミソで、この as の意味、6つね、意味があるわけなんですけど、大体同じさえ抑えればいいんだったら、この6つ勉強する必要ないじゃんって思ってしまいがちなんですけど、実はそんなことなくて、この6つを確認しておく意味っていうのが、全体像の把握にあるんですよ。よろしいですかね。この大体同じっていう意味からは、様態とか時とか、ね、時間的に一緒だから同時、ね、時っていう意味にもなるな、何々としてっていう意味になるな、何々連れてっていう意味になるな、ここまでね、なんとなくのノリでできたとしても、原因結果に行き着くっていうのは、多分多くの方はね、イコールってことは、理由を表すこともあるじゃんって気づかないと思うんですよ。だからこそ、この全体像として、この大体同じっていうニュアンスの幅として、理由っていうものも含むんだと。すなわちね、大体同じっていうイメージで、いろんな意味になれるんですけど、いろんな意味になった時に、その許容範囲に含まれるか否かっていうところがすごく大事になってくるんですね。どういうことかというと、例えば、As it was raining, he canceled his appointments の文章で言うと、雨が降っていたと、ね、約束をキャンセルしたの部分のね、つなぐね、言葉として、It was raining, 雨が降っていたけど、約束をキャンセルした。ね。そういう風につなげることも、日本語的には平気じゃないですか。でも、今回の場合はそうならない。なぜかというと、ニアリーイコールのコアイメージがあるから。ね。ニアリーイコール、大体同じっていうコアイメージがあって、そのコアイメージの幅の中で、様態とか時とか表すわけで、It was raining だけれどもっていう逆説的な意味でつなげることは、このコアイメージの許容範囲に含まれないんですね。すなわち、この英語のね、勉強法においてすごく大事なことなんですけど、まずね、コアイメージを押さえてあげますと。そしたら大体同じっていうことさえ分かれば、いろんな意味、ね、一網打尽でまとめて押さえることができるようになると。かといって、ね、じゃあこれどういう意味になるのっていうのは、その場その場で文章に応じて、ノリで訳していく。ノリで、この場合は様態だろうな、時だろうな、比例だろうな、っていうことを確認していくわけなんですけど、そのノリの範囲内に、許容範囲内にどこまでのね、意味が含まれるのかと。この許容範囲を確認する必要があるわけですね。だから、様態とか時とか比例とかね、理由とかは、そのノリの中でも、許される範囲でのノリなわけですよ。ね。イコールから派生するノリとして、時間的だったら同時だし、一応原因結果の理由のノリも一応 OK と。ね。ただ、逆説とかはダメなんですよ。ノリが悪すぎる。悪ノリすぎるんですね。逆説みたいな悪ノリを排除するっていう目的でも、一度ね、全体像を把握。様態時理由比例比較情報。こういうのあったなと。ね。覚える必要はない。覚える必要はなくて、理由っぽかった時に、理由もasの許容範囲のうちにあったなと。ノリでね、理由として訳しても OK だったなっていうことをちょっとでもね、確認できるぐらいに頭の片隅に入れとくっていうイメージでね、この勉強が必要になるというわけですね。しっかりとコアイメージを押さえて、ノリでその幅をね、許容範囲の幅を確認していく。で、悪ノリをしないように注意する。ここのね、ポイントをしっかりと押さえていかなきゃいけません。あとね、もう一つポイントがあるんですけど、じゃあ、丸6番見ていきましょう。Tom is as tall as Bomb。これね、as が2つあるわけですけど、これもどっちにもイコール入れていきましょう。そうすると、トムはイコールで通ると。ね、トムは高いですよと。で、また今度は as Bob の as にイコール入れると、ボブとイコールで高いと。すなわち、トムはボブと同じぐらい高いですよと。そういう比較の as になるわけですね。これはいいでしょう。続いて丸7番。Young as he is, he can run faster than me。このね、ちょっと変わった形があるんですけど、この as にイコールを入れてみると、彼は若い。で、he can run faster than me。彼は、
私より速く走ることができる。これはいいでしょう。では続いて丸7番。Young as he is, he can run faster than me. これね、厄介なんですよ。なんか Young as he is、ちょっと変わった形ですよね。ちょっと変わった形で、ここに as があるんですけど、実はですね、これはイコールの意味ではありません。ここではね、どういう意味になるかというと、なんとかだけどと、情報の意味になるんですね。彼は若いね、すごいね、小学生なのかわかんないですけど、そんなに若いのに私より速く走るんですよ。ね、若いんだけどっていう情報ね。若いっていうのは認めた上で、彼は速く走ることができるんですよっていう意味になると。あれ、さっき、ね、このニアリーイコールっていう怖いイメージを考えたら、さっきのね、雨が降っているけどみたいな逆説の意味にならないんじゃないの？それは悪ノリなんじゃないのって思うかもしれませんが、今回の場合は悪ノリじゃないと。こんな感じで、ね、原則的には大体同じなんだけど、情報みたいな例外が含まれることがあるんですね。この丸7番は例外だと。こんな風に原則的にはこう、ね、ニアリーイコール。だけど、たまに例外がありますよと。普段のね、単語の勉強とかもそうですよね。怖いイメージがあるけど、突拍子もない形の意味になったりすると。そういう例外を別でね、覚えていく。すなわち、6個単語あるわけだけど、怖いイメージを抑えた上で、それから外れた例外、情報だけを抑えていく。で、じゃあどういう時にこの例外的な意味になるのっていうふうに考えた時に、この形を見てあげてください。結構変わった形ですよね。Young as he is。ここの he is young の部分の young が前にね、出てきてるわけなんですけど、こういう風に形容詞 as SV なんとかっていう形になる、これいわゆる統治風ですね。厳密には S と V が入れ替わってないので統治とは言えないんですけど、この形容詞が前に出てきてるということで、統治風の時に限って情報の意味になるんだと、ね、Young as he is、 彼は若いけれどもっていう風に Young が前に出てくる Young as he is の形になることによって、だけどっていう情報の意味が生まれてくるんだと。このようにちゃんと原則と例外をしっかりと押さえていく、これこそがね、一般的な単語の勉強法なんだっていうことをね、マスターしてもらえればいいかなと思います。それでは最後に as を使う熟語について、ここにね as を使う熟語をまとめたので、もうこれさえね押さえれば大学受験に必要な as に関する熟語はねマスターできると言っても過言ではないので、しっかりこの画面をねスクショでもして定期的に確認してほしいんですけど、じゃあ順番に見ていきます。 as a matter of fact、 これは実際のところ、 as it were はいわば、 as for なんとかとか as to なんとかは about に置き換えてもらって構いません。これ結構難しいですね。急に出てきたら難しいんですけど、 as for とかは about にそのまま置き換えてあげれば問題ありませんよと。で、あと as if as though はまるでなんとかのようにっていう意味になる。で、ここのね説の部分に仮定法過去を伴うっていうことも合わせて押さえておいてください。で、下3つについてはねちょっと説明するんですが、このまず as long as と as far as、 これはセットですね。どちらもですね、なんとかする限りではっていう風に訳せるんですけど、ただですね、どっちもなんとかする限りではって意味になるんですけど、使う場面が明確に違います。この as long as の方は時、条件に関してなんとかする限りではと。as far as の方は範囲、程度ですね。この内容に関してなんとかする限りではっていう意味になります。このね long と far のイメージをねぜひ持ってほしいんですけど、long っていうのは長いっていう意味から派生して、時間的に長いっていう意味になるじゃないですか。時間的に長い、すなわちこういう時間の間はっていう意味になるわけですよ。なんとかする間はね、間とかなんとかする間はっていうのを言い換えると、なんとかしてるうちはね、なんとかさえすればねっていう意味になるわけですね。こういうふうに時だったり条件だったりにおけるなんとかする限りはっていう意味になると。一方 as far as の方の far は、距離的にね far 遠いって意味になりますよね。だからこの、時間的範囲、手の届く範囲みたいなこういう距離的なね範囲になると。例えば as far as I am concerned、 こういう風なね、文章があった場合に as far as I am concerned、 この並びになった場合は私に関する I am concerned、ね、私に関するという範囲においては、だから私に関する限りではと、こういう範囲程度のする限りではっていう意味になる。
この時条件なのか範囲程度なのかっていう区別っていうのはすごく重要なので、絶対に押さえておいてください。では最後に as good as。これは何々と同じぐらい good。良いわけですね。同じぐらい良い。転じて何々も同然だっていう意味になるわけなんですね。as good as garbage とかだったら garbage。ゴミと同じぐらいいい。すなわちゴミも同然だよっていう熟語になったりします。この as long as, as far as, as good as っていうのも品詞なので必ず押さえておいてください。というわけで今回ね、as について完全解説してきたわけですけど、めちゃくちゃ簡単ですよね。ニアリーイコールのイメージを持ってあげて、この全体像をなんとなく把握することによって許容範囲を確認する、悪ノリを排除してあげる。で、一部の例外についてちゃんと別個押さえてあげる。これをするだけでもう as については完璧です。他の英語の単語においても同じような勉強法、コアイメージからの全体像把握からの例外を抑える。これだけでね、もう一気にね、英語の勉強っていうのがぐっと進んでいくので、必ずね、この考え方っていうのも合わせて確認しておいてもらえるといいなと思います。今後もこういった面白い動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。